うっす、浜湯です。というわけで最近サワラが取れ出しているので、今日はサブチャンネルということでほぼ主観でやっていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。いや、今年はマジ少ないんですけど、ちょっと取れ出してきたということで今日はいっぱい取れるといいですね。ちなみに昨日は7本だったかな、6本かしか取れなかった。はい、じゃあいつもの釈迦石長靴を履いて、はい、じゃあ沖に向かっていきます。じゃあ沖に向かっていきますはい、で兄貴も出航で親父たちも出航していきます。じゃあ僕も早速はしご乗り込み出航していきましょう。こんな感じです。怖い怖い。じゃあ船に乗り込みエンジンをかけて、メインスイッチを入れて忘れてた。ちなみにメインスイッチ入れておくとバッテリーが上がっちゃうんで、メインスイッチは必ず抜きましょう。エンジンかけてライフジャケットも完備で、魚群探知機とトゥームレイダー、父は出航ですね。じゃあはしごを上げて、ほどけないように、風で飛ばないようにくくっていきます。風が向こうから来てるので、こっちに引っ張ってこれをポイッと投げた後にこっち向いて走って急いで後ろ行きます。よっしょよっしょよっしょ。これね、急がないと受けの方に持たれちゃうんですよ。よいしょ。ちょっと一旦前でバックで急いで抜けます。ちなみに私浜湯髪切りました。まあ髪を切る前に痩せろって話なんですけどね。それじゃあ沖向かっていきます。よし、さあ今日は取るぜ。出航。はい、それじゃあ今年は大不漁のサワラ漁ですが、サワラの大漁を目指して今日も沖に出ていきたいと思います。で、久々のサブの小入れということで、今日はなんだろうな、もう一発撮りで本当に思ったことを思ったように喋っていこうかなと思いますので、変なこと言うかもしれませんがよろしくお願いいたします。はい、じゃあ現場に到着しました。いかり入れていきます。では船を海に停泊するためにいかりを入れていきます。だいたいサワラ漁っていうのはですね、順番が決まってて、早番遅番とかってあるんですけど、早番の場合はもう昼のそうですね1時半とか2時ぐらいに出港して、そこから網入れの時間の6時まで海に停泊しておく必要があります。だからそれがねめちゃくちゃ長いんですよ。で、いかりを海に入れていくんですが、いかりこれどれぐらいの長さのロープを使うのって話なんですけど、例えば海が水深30メートルだったら100メートルぐらい入れておけば大丈夫かなっていう感じで、一般的に3倍から4倍の水深に対してのロープの長さを入れていきます。風の日とかだったらね、もう120メートルぐらい入れるかもしれませんね。じゃあいかりが、焦げましたというか、かきました。俺を丸入れたで。はい、じゃあいかり入れました。今が2時半なんで6時まで待ちます。長いです。潮と風が逆なんでずっと揺れてます。酔う人は酔いますね。これ今から待ち時間ですね。ショート動画を撮るんですけど、もうねショート動画好評なんですけどね、よくこの荒れた海とかで撮ってるんですよ。結構ね、本当風の音とか揺れとか大変なんですけど、頑張っていきます。僕のショート動画もお願いします。今日のショートはホウボウです。これで丼作ります。はい、で今大波の中苦労してショートの動画撮れました。ホウボウの丼です。もう風中でほんま撮るの大変。もう落ちましたからね、これトタンで一回かき集めましたよ。はい、じゃあ長かったですけど時間来たんでそろそろ網入れしたいと思います。
はい、というわけで網入れの時間がやってきたので網を入れていきたいと思います。動画では何もしてなかったんですけど、大概編集したり、そうですね、ショート撮ったり筋トレしたり、あと最近は釣りにはまってて、でこの間なんとスズキが釣れたんですよね。この動画の後半じゃなくてメインでメバル特化型の網を仕掛けてみたっていうのをね撮影したんですけど、その時にサーラ漁行って、でメタルジグでこう投げてくるくる巻く、でまたホールさす、海の底に落としてね、やるやつをやってたんですけれども、いきなり来たと思ったらもうでっかいスズキ、僕らはねキロで言うんで3キロなんですけど、何センチかな、6、70センチぐらいあるんじゃないかなっていうスズキが釣れました。あれは面白かったですねもうね全然関係ない話をしてるんですけど、やっていきたいと思います。で網入れはですね基本的に6時から、南から北やりが原則で、南に青帯を入れて北側手に赤帯を入れます。底引き網漁とかとの兼ね合いがあって、時間とかも決まってるし、その入れるなんていうのかな、色とかも決まってて、底引き網の漁師さんが漕いでる時、漕いでるっていうのは海の底を網とか漁具でこう漕いで取る漁法なんですけど、それをしてる時に網を引っ掛けないように、その北南が網が今どの位置にあるかっていうのが分かるようになってます。さあ網を入れていきましょう。こちらの網はですね見た感じ全然わからないんですけれども、長さが1500メートルもあります。で高さが30メートルで、等間隔に受けをつけて、海の潮で流すことから流し差し網という名前がついてますね。もう僕のねサブチャンネル見てる人だったらこの説明多分10回ぐらい聞いてるんじゃないかなと思います。じゃあバタクリを油圧の力で回していきます。昔おじいさんの時代はああいうのがついてなくて、もうそのまま入れていく感じだったんですけど、あれがついてないとよくね後ろのでっかいドラムに逆巻きしちゃって網が破れちゃうので、ああいうのを回して岩っていう、鉛の部分ですね、下の沈止コード裾をこうパタパタと前に伸ばしていってあげます。そうすると逆巻きしないです。何を喋りましょうか。今日私ちょっとね昨日飲みすぎちゃって二日酔いです。酒が30超えてめちゃくちゃ弱くなってきました。503本飲んだだけで昨日なんか結構寝ぼけてて、朝起きたらソファーで寝ててめっちゃ寒かったです。さあ網も残り少なくなってきました。こちらのネットローラー550万円、これも何回も言ってるんですが、まだ支払いがですね10年払いなので残り200万ぐらい残ってます。漁師は本当金がかかります。で今年ぐらいねサーラが取れない年だったらもう人も今1人使ってるんで赤字ですね。それじゃあ赤身の方の、赤受けの方を入れて、こちら本線ですね、本線をほどいて、メインの方とくくっていきたいと思います。で僕ももう中学生ぐらいからね長瀬の船には乗って行ったりしてるんで、かれこれ16年ぐらい、大げさに言ってますけど14年ぐらい12年ぐらいの経験はあります。 OK です。網入れは終了しました。それじゃあこちらの勇敢をかけて、勇敢っていうのはガイドのことですね。普通に巻いただけだとうまく巻けないので、左右にあれでこう振り分けてくれるという感じです。でこちらが流水血抜き用のホースですね。これもセットして、で次は何をするのか、これね僕自分で繋いでないんでちょっと分かんないんですけど、なんか移動していきます。夕日が綺麗ですね。本当漁師の醍醐味です。この時に食う弁当がやっぱり一番うまいんですよ。そうだ、途中で受けを落としたのでそのフロートを引っ掛けて取ります。こいつもやっぱ流しておくとゴミになるし、作るのめんどくさいんで、後ろに引っ掛けて OK ですね。はい、じゃあ網がやり終わりました。だいたい6時半にやり終わって、7時過ぎまで置いておき、7時半ぐらいかな、1時間ぐらい置いておきます。で見てください、この夕日めちゃくちゃ綺麗くないですか。ちょっとダイエットしないといけないんで筋トレします。波揺れの負荷がねいい感じなんですよはい、じゃあ7時20分になりました。ぼちぼち準備して巻いていきたいと思います。
はい、じゃあ網くりの時間がやってきました。先ほどね動画僕も一緒に見てたんですけど、最近はホラ貝を買ってホラ貝の練習をしております。ホラ貝ってめちゃくちゃ吹くの簡単なのかなって思ってたら、難しいんですよね。唇の位置とか当てる位置とか、なんか唇の振動とかで音が鳴るような感じで、ただ吹けば音が鳴るっていうもんじゃないみたいです。で64の五右衛門やってたので、インパクトを呼び出す時にうーって言って、てってってれてってってれてってってれててってってれてダダダッシュっていうのにね憧れて買いました。ホラ貝めっちゃ高くて、僕が今吹いてるホラ貝がだいたい3万円ぐらいして、新品で買えば10万円以上するみたいで、高いものだとねもっとします。なんか40センチぐらい超えてからがめちゃくちゃ高いです。じゃあガッチャンを入れていきます。ガッチャンっていうのは網がねペラの方に行くとペラが自然にやっぱ回っちゃうので、そこで巻かないようにするための防止策です。いやー話がねちょっとめちゃくちゃそれちゃいましたけど、網を上げていきましょう。さあいつもの果たしてお魚はかかっているのでしょうか。で最後に投げたまず赤のこの受けを回収して、で引っ掛けていきます。後ろに引っ掛けて網を上げていきましょう。でこの日もそこそこは吹いてましたね。でこの次の動画で、次の動画じゃないわ、この動画でまたね明日行くんですけど、その時はめちゃくちゃ吹いてました。でこちらが平家ガニですね。平家の亡霊が甲羅に宿ってると言われてます。甲羅に宿ってるのかな、それは分かんないんですけど、甲羅の模様が平家の落ち武者の顔に見えるということで平家ガニなんですけど、平家の落ち武者の顔見たことある人いないでしょうと思うんですが、なんかあれですかね、昔に残されてる文献とかの絵がそれに似てたんですかね。で平家ガニの特徴はですね、甲羅の上側手に足が4本ついてて、で大概ね流木とか、あと何だったかな、あれ人手とかそういうのについてやってきます。でそれで流れるんですよ。で今カタクチイワシが来てて食べたんですけど美味しかったです。この前の動画で天陽丸さんでカタクチイワシの棒受け網じゃなくてすくい網漁に行ってて、それでカタクチイワシ食べたんですけどめっちゃ美味しかったんで、最近カタクチイワシがかかってきたらペロッとね食べちゃいます。コリコリ甘くて美味しいです。さあ次はスズキが来ましたね。海のシーバスです。で春のスズキって案外肥えてるんですよね。やっぱ餌があるところのスズキは春でもよく肥えてます。さあ次は何が来るのでしょうか。サーラが一向にやってきませぬが花の刑事、私の顔も険しくというか残念そうな顔してますね。さあ受けもどんどん回収して時間だけが過ぎていきます。で網もそう網の色とかね結構バラバラだと思うんですけど、網の色によってもやっぱサーラの取れる量っていうのは変わってきて、網の色が濃いほどあれなんですよね、かからないんですよね。でメバルとかの視力が 0.1 から 0.3 で比較的目のいいと言われているカツオとかマグロが 0.5 とされるんですよ。だからサーラとかもおそらくカツオ類と同じ感じで目がいいんじゃないかなって思います。だから色が濃いとね多分見えるんでしょうね。で念願のサーラ1匹やってきました。ちょっと小さめですが、網から外して締めていきたいと思います。でサーラはですね江戸時代呼び方がなくて、中国の方でしか呼び方が江戸時代なかったんですよね。でこの獰猛な見た目から馬行魚と呼ばれていました。漢字で書くと馬にサメの魚と書きます。でこの血管がですね骨の下に通っているので、エラからそこを切ってあげて流水の中で血抜きしてあげると動画のようにドバドバと血が抜けていきます。で血抜いたから魚ってうまくなるっていうわけでもなくて、やっぱ血がね一番最初に腐りやすいので、鮮度を長持ちさせるっていう感じかな。でカツオとかやっぱ血の気の多い魚ってあれがうまかったりするじゃないですか。だからサーラももしかしたら血抜きしてないのが新鮮なら美味しいかもしれない。でも新鮮じゃなくなればなくなるほどやっぱすごく血生臭くなるんじゃないかなと思います。
で最近こういうのを作ったんですよね、去年ですけど、木の枠用意してあれにカゴ入れて、水中ポンプで水を入れておく。じゃあね、常にこの酸素がいっぱい入った水が中に入って、で船の表に魚を持っていかないといけないんですが、その時もこうガチャッと上げてそのまま入れれるという効率的な感じでできます。さあしばらく喋ってる間に早送りしてましたね。また鈴木がやってきました。せっかくねサーラ漁来てるんですけど、せっかく鈴木がいっぱい来てるので、ちょっと鈴木の豆知識でも言わせていただこうかなと思います。さあ網の色が変わりましたね。なんか来たのかな。ちょっと鈴木の豆知識待ってください。何も来てないんかいということで、鈴木はですね俳句では秋の季語なんですね。で秋によく取れて、秋はなおかつ美味しいということで、一番美味しいのは夏だと言われてるんですが、どうなんでしょうね。個体差とかにもよりますから。でさっき締める道具があったんですけど、あれは津本さんが送ってくれました。ありがとうございます。ものすごくね締めやすいです。で体表がですね、津本さんのスピアの話じゃなくて鈴木の話なんですけど、体表が銀色で光沢を放ち、魚の貴公子とも呼ばれております。かっこいいですね。小豆島の貴公子と僕も呼ばれたことはあります。嘘です。名前の由来は諸説ありで、おまけにたくさんあります。もうね嫌になるんですけど、魚って名前の由来諸説ありまくりなんですよ。で今してるのが鯛の空気抜いた後に、鯛の空気抜きのやつにねめちゃくちゃこの内臓とかが残っていくんですよね。で死ぬほど臭くなるんで、抜いたところから空気を送り込んでなんとか抜きます。あれでも全然抜けきれない。で鈴木の名前の由来はなんと5個もあって、1個だけすすじ説涼しく清らかな身であることに由来するとの説らしいです。で僕最近ねめちゃくちゃ、最近の話ばっかり言っちゃうんですけど、動画とかでも結構豆知識とか入れてると思うんですが、豆知識とか名前の由来とか、あとその魚の由来ですね。でどのような時代にどのように食べられてきたかを全部調べて、で全部ドライブにまとめていってるんですよ。そうすることで、インプットして頭の中にインプットして皆様にこうしてお伝えすることができるというわけで、魚もやっぱただね、これほら今来たのがヒラで岡山で有名な魚なんですけどとかっていうだけだと面白くないことはないんですけど、面白いけどなんか魚にもっと価値を感じないし興味が湧かないということで、そういう由来とかがあった方がやっぱりそういうお魚なんだ、この魚食べてみようかなってなるじゃないですか。あと動画としても面白いんで、そういうのを調べて最近は喋るようにしております。でサーラも5本ぐらい溜まったのかな。で溜まって血抜きができたらクーラーの中に入れて氷水に入れていきます。ちょっとね黙っておきますさあ残りも少なくなってきました。果たして最後にサーラ、最後の最後で鈴木ですね。でもこれ網の端です。鈴木じゃない、サーラ来てる。最後の最後でサーラが1匹来ました。ラッキーです。なんでかね網の端って魚が伝って最後にかかるのか分かんないんですけど、よくサーラがかかってきます。ありがとうございます。同じように締めていきましょう。いや疲れた、長いでサーラの美味しい食べ方なんですけど、やっぱ僕のおすすめする森で本当一度でいいから食べてみてほしいです。なんかね森は昔から僕の実家で食べてるやり方を僕がものすごいアップデートさせた食べ方なんですが、もう僕サーラの商品売ってますけど、皆さんぜひよろしくお願いいたします。届いたらね高いんですけど、実際そんな高くないですから。高知のカツオのたたきの商品の何の商品か言えないですけど、それに比べたらめちゃくちゃ量多いんで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。というわけで網繰りが終了いたしました。受けを回収して最後にこれをまとめて船を掃除して、網繰りは終了です。だいたいこれぐらいの量だったらもう7時半から繰り出して9時過ぎには終わっちゃいますね。でああいう傷が入ってるもんはなんかおかずにしたり市場に出してもちょっと安かったりします。はい、で最後に船と包丁を洗って網繰りは終了です。お疲れ様でした。
はい、じゃあ帰ってきました。で、結局取れたのはサーラが12匹と羽が3匹、タイが3匹です。どれもめちゃくちゃ美味しそうですね。ただ少なかった。じゃあ今から家に帰って、明日4時半に起きて市場行きたいと思います。ただいまということで帰ってきました。いやー、残念ながら少なかったんですけど、まあこんな時は美味しいもんでも食べてサーラ食いましょう。はい、じゃあ切ったサーラに塩振って、でこれをバーナーで炙ります。熱い塩が飛んで熱い OK、 うまそう。で豪快に分厚めに切りつけて、でこれを刺身皿に盛って、よいしょ。はい、というわけで完成しました晩作セット、サーラのたたきセットと白子とハラボの焼いたやつ、それから白子とサーラの味噌汁です。いただきます。じゃあまずは刺身から。もうわさびを溶かして、で醤油をつけて、うまそう。うますぎる。皮目を炙ったこの香ばしい感じにね、取れたてのプリップリの甘いサーラの身が最高に美味しいです。白子の味噌汁もね、白子って案外出汁が出るんですよ。ほんと美味しい。これはあれがいります。ちょっと減量中なんで、朝日糖質ゼロ。まあ減量中の食い物じゃないんですけどね。うまそう。ちょっと明日早いんでこれだけいただきます。うめえ。でこの美味しいサーラのたたきが味わえるこちらの商品大好評発売中です。正直ね、急速冷凍なんでこの生の本場の生よりはちょっと劣るんですけど、網破棄とかの心配もないし、さばけない人とかでも美味しく食べれるのでおすすめです。小豆島の漁師 YouTuber 浜湯のサーラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。一つ目が美味しいサワラの森を食べられるセットとなっております。内容量がサワラの1匹半分分とサービスでまこと白子がついてます。もう一方がサワラのたたきができるものと味噌漬けが2つついております。美味しい瀬戸内海のサワラの味噌漬けが2つとサワラの約4分の1匹分です。どちらも大満足の1箱となっております。ギフトにも最高です。今年もいかがでしょうか。いやー、ほんとマジ美味しい。このサーラの身とかも入れてるんですよ。この焼いた白子、うわっ、動画が。じゃあこれだけ飲んでちょっと早めに寝ます。おやすみ。でサーラを箱に立てて、でパーチをかけて、かっこいい。で運んでいきます。はい、市場から帰って今からマダラと魚の配達行きます。おいで、ドライブ行くで。この子はドライブが好きなんですよね。ドライブ行こう。で今日は沖が休みなんでゆったりできますね。で明日は沖行けるんで明日こそは撮りたいですね。よいしょ。これマダラちゃん乗りなさい。はい、どうぞどうぞ。はい、ウルトラなかなか、横から滑り込んで、おーすげえ。はい、前向き。はい、じゃあこっち閉めます。じゃあめっちゃ可愛い。でこっち側来たら全然吠えないとね。よいしょ、行こうか。そ
そして今日は休みなのでみんなで麻雀。はい、じゃあ帰ってきました。で親父からカニをもらったんで、カニを晩酌ですね。フジツボがついてる。そしてタコハイ。じゃあ明日7時に起きます。翌日。はい、というわけでいきなりの出航ですね。ちょっと待ってください、くしゃみが出そうですあ、治った。でこの日めっちゃくちゃ荒れてないですか。もうものすごい風で現場まで行くのに、今この動画ではそこまでじゃないですけど、一回ね転覆するんかいうぐらいの高波で、もうすごいんですよ、波って動画で見るより。なんでかっていうと、こう波ってなみなみしてるじゃないですか。でなみなみしてて、なんだろう、中心線から見ると大したことないんですけど、なみなみしてるくぼったに入って横見るとね、谷底ですから、いわばそこは谷底から谷山頂点までの高さがもうめっちゃ高くて、そんなんが襲ってくるから、もうそれはそうですよね。でこの日はやっぱ風が強いんで、ロープを長く伸ばして怒りを打っていきます。あら、怒りをもう回収してんのか。なんでかもう怒りを回収のところに入ってますねあ、そうだ、取り忘れてたんだ。もう沖行って怒りやって待って、でもう今怒り回収に入ってます。で泥を落として、怒りを上げていきましょう。では早速網入れですね。風の日は本当気をつけて入れないと、風の日とかやっぱ落ちて亡くなった方もいらっしゃるので、網食ってる時か、何の時かに多分落ちてしまったんですよ、海に。で船のこのもう波の時にそこに入っちゃうと一発でアウトですから、気をつけていきましょう。多分それだったらね、ライフジャケットつけててもダメなんじゃないかなと思います。で僕ライフジャケットつけてると腰が痛くなるんですよね。だからどっちがいいのかって感じです。あとライフジャケットの止めるとことか紐とかがあるんですけど、あれが結構網にかかっちゃって危ないんですよ。ライフジャケットも個人的にはよし悪しなんじゃないかなと思いますが、ルールで決まっているのでしっかりとつけて操業を行っていきましょう。落ちた時には完全に有用ですからね。で僕ライフジャケット今年1000年ぐらいでね3回ぐらい変えてます。雨の日とかにたまに忘れてて外に出しちゃったりして膨らんでるとか、雨の日につけて沖行ったらいきなり膨らんだりとかしますからね危ないです。さあ気をつけて網を入れていきます。さあ網入れがこれで終了ですね。で南から北に網を入れていくんですけど、風の時はやっぱこの船の表が風を受けちゃってうまくまっすぐ真北に入れれなくて大変です。はい、で船を止めて本線ほどいて、メインの北にくくっていきましょう。でこの日はねすごいな、なんか大変そうですねいやー思い出しても大変だ。じゃあ受けくくって網入れ終了です。 OK。 さあ暗くなってまいりました。網入れてからおよそ1時間、7時過ぎですね。網を巻いていきましょう。ちょうどねこの日ライブ撮影をしてて、ちょっと網の繰り始めの方ははしょってるんですが、5本か7本ぐらいその時にもうすでに来てました。でライブ撮影も僕本当やんないんですよね。なんでやんないかっていうと喋っちゃいけないこととかをポロッと喋っちゃいそうなんで無意識にめっちゃ失礼なこと言うタイプで、人ん家のトイレ行った時にもう全然悪気ないんですけど「トイレ綺麗ですか?」って聞くぐらい無神経で最悪なやつなんですよね。なんかそういうキャラだから許されてるのかなみたいな、分かんないですけど、多分許してくれてはないのかな。綺麗なトイレじゃないとできないですよねとかって無意識に言っちゃうようなダメな人間なんで。でこれほらライブ撮影してたのでサーラが撮れてますね。もう3本も撮れてます。ライブ撮影本当好評で、3000人じゃなくて最初2000人とかすぐもう2000人来てくださって、その後に最高到達点で6000人ね、見てくださいました。だから6000人の方に僕はもう弛緩されてたわけなんですよ。それは気持ちいいわけです。さあ次はっていうか、サーラが来てさっきなんか箱の上に乗ってたのが板谷貝ですね。あれ美味しいんですよ、ホタテみたいなやつで、こちらがエソ、かまぼこの原料になる高級材料です。
うわーすごい。やっぱ網食ってるんで船がちょっとずつ下がるんですよ。で風受けてるから、必然的にあの形になってバサッとね波をかぶっちゃいます。これでもまだヘボい方で、ものすごい時は海の色が茶色になりますからね。そんな中いっぺん操業したことあって、もうグワン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 、もうこんなもん日じゃないぐらい常に船がもう斜めに揺れてるぐらい、あれすごかったですね。親父と行って15年ぐらい前かな、中学生ぐらいだったですけど、あれは死ぬかと思いました。でこちらがハンマーヘッドシャークです。頭がですねハンマーのような形をしているからハンマーヘッドシャークという名前で、非常にね臭いです。もう取れた瞬間からアンモニア臭がします。サメとかマグロとかって時間が経ってあれすると身からなんかアンモニアが生成されてアンモニア臭がするんですけど、あいつの場合はもう取れた瞬間からアンモニアの匂いがしてますね。食べれるみたいなんですけど、僕はもう食べたくもない。で今来たのが、フカです。フカ以外になんか言い方あった気がするぞ。ないな。で愛媛の方では郷土料理でフカの湯ざらしとかって言って、なんだろう、茹でて湯通しして酢味噌とあえて食べる料理なんですけど、愛媛の宇和島で食べた時は美味しかったんですけど、自分でした時は美味しくなかったです。やっぱそういうね、この歴史積み重ねでやっぱうまくできる調理法とかがあるんでしょうね。しっかりネットで調べたんですけど、なんかうまくいかなかったです。すいません、ちょっと鼻をすすりました。なんか鼻をね前すすってたらコメント欄で鼻すするなよボケがって言われてんで、鼻はすすったら謝るようにしてます。ボケがとは言われてないですが。でこちらサバゴですね。サバゴはですね取れたら冷凍してアナゴカゴの餌とかにします。でちょっと今充電しております。パソコンの充電器が刺さってないことに気がつきました。でサバがバラバラと来てますね。中にはいいサバもいそうです。おお、サバがバラバラと来てますね。これぐらい来てたら箱に入れて売ろうかなと思います。なんかサバのいいことあったかな、わかんない。頭回んないよ。というわけでタイも来ました、サバも来て、ちょっと喋ることもなくなってきたので、今度はエソの豆知識をお伝えしたいと思います。で名前の由来なんですが、なんと名前の由来は今から1600年前に遡って、大和朝廷時代に朝廷に属していない人のことを見るに耐えないものの意味として、それをねエソなどと呼んでて、でエソの見た目がやっぱかっこよくないじゃないですか、さっき見た通り。そのことからそれに由来して見た目が醜悪だということでエソと名付けられたんですね。だから名前の由来の元はもう完全な差別ですよね。もう良くないと思います。良くない。で今来たのが名古屋フグです。讃岐電福とかって言うんですよ。結構香川県ではブランドのフグで、炊いてみると炊くとねちょっとパサついちゃうので、やっぱ刺身とかで食う方がうまいのかなって思います。で身とか皮とかに身には毒ないのか。大体のフグは身だけにすれば大丈夫です。でも僕の言葉を鵜呑みにしないでくださいね。自分でしっかりと調べて、食べてください。身に毒があるフグもいるので気をつけてください。でこちらがマゴチです。でマゴチもですねこっちの頬肉は嫁に食わせろか食わすなかなんかどっちかあって、めちゃくちゃ頬肉が美味しそうなんで今度食べてみようと思います。でこの金色のやつがエソっていうお魚で、おそらくグチ、石持ちの仲間で取れたらグチと同じでグー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 ってねグチをこぼすんですけど、食べてみると身はホロホロとしててすごく美味しいです。でこれ巨大タチガイの殻ですね。残念です。タチガイはですね海の中で海底に立ってるからタチガイっていうんですけど、もう変なっていうか黒い大きい見た目からは想像もできない真珠のような美しい貝柱があって、めちゃくちゃ美味しいです。正直僕はホタテより好きかもしれない。ホタテってほにょほにょとこう柔らかくて甘いじゃないですか。タチガイはしっかりと繊維が入ってて食感も抜群にいい感じです。ホタテもうまいんですけどね、どっちもうまいということでいいんじゃないでしょうか。好みっていうのは千差万別。
なんだこれ。さあこれで網くりも終了かなと思いきや、なんかな、また立ち貝の殻ですね。立ち貝の殻になんかめちゃくちゃついてる。もしかしたらこれ板ヤガイかもしれない。板ヤガイじゃない、なんだっけ、忘れた、ごめんなさい。二日酔いで頭が回んない、なんかいっぱい牡蠣がついてますということで、網くりは終了です。皆さんありがとうございました。あいにくの雨ですが、魚を立ちに来ました。はい、じゃあサワラ立っていきます。まずサワラを出して、でサバとタイもじゃあ運びます。で僕のが詰めたら親父のも運んで、はい、でサワラが全部積み込みました。じゃあカバーしていきます。あんまり真水に当てると良くないから。はい、じゃあ今から松岡さんのところにね、今回のサワラを持っていきます。親子3軒分ですね。で松岡さんのところで松岡さんが3枚おろしにして、ちっちゃく切ってね、でそれを急速冷凍にかけて地元の学校給食に持っていきます。だから地元のね学生が、小学生とか中学生がね、地元で採れた僕らのサワラをね食べてくれるっていう、そういう感じなんで、めちゃくちゃねやっぱいいですね。地産地消でそういうのはもう全国の自治体そういうのねいっぱいあれば素敵だなと思います。はい、じゃあ到着しました。ありがとうございます。さばきがいがあるやん。さばきがいがあるね。タイは無理。いやいいよ。ちょっとおるの。じゃあサワラを全部計量して測っていきます。これ乗ってよ。最後にしようか。でこんな感じで測って計測メモしていきます。はい、じゃあどんどん運んでいきます。よいしょ。18.6リッチ。21.44。はい、じゃあ今年も松岡さんの激うまサワラさばき見ていきましょう。もう5年目6年目、そんなのかな。動画ではそれぐらいやけど、松岡さん自体は8年ぐらい、8年目のサワラさばき。いやいや大したことないです。2頭もうほぼ1頭入れて、背中側は2頭で返して、あ、もうあれなんや、前とちょっと変えとんやん。あ、変えてないんか。いや変わっとる。変わっとるでな、なんかさばき方、そう。早すぎです。 OK。めっちゃ綺麗なるほど。先にそのまま反対の背中をいくと。そう、高さがある方がなんかおろしより確かにっていう気が。でもう一回最初の腹側に戻って、で尻尾側切ってこっちドカンと。うますぎるで最後にもう一回背中。
市場のおっさんかい。なんか YouTube あれのショート見て。あ、それに変えた。そうそどっちが早い？さばきやすい。こっちの方がなんか失敗せんような気がする。ああ。あいた。松岡さん痛くないと思う。俺は痛ないな。そうなんか痛い。魚が痛いだけで。じゃあ僕も、5年目6年目5年目サワラさばき見したいと思います。尻尾入れて背中側シュートで、もう一回入れて、で腹側をシュートで返して、切れ込みのもう一回包丁入れて、でもう一回でこっち入れて、でこんな感じで返して、もう一回包丁入れて、でもう一回。松岡さんより早いかもしれない。ちっちゃい星をやけどこんな感じ。どうも。じゃあ松岡さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、というわけで3日目なんですが、3日目もサワラ漁に来ております。で今ブレッジの中から釣りしてます。サブちゃんということで、最近のサワラ漁はこんな感じだよという感じで動画を終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。釣れるかな。サワラが釣りたいんですよね。